自分のペースで本当に自分だけ見てるっていうか、そうすると外側のことが気にならないから勝手に良くなっちゃうんでね、やっぱり良くなる。だから結局この他人っていうのは自分の映し鏡ですよねみたいな、自分の内側のね、っていう風にどこまで見れるかのゲームかなっていう。全てがつながっているので、そのつながりを、自分が感じる。何か我慢してたり、言えなかったりとか、何かその感情を抑えていたりとかするパターンが続くと、とんでもなく大きくなってくるんだよね、確かに。では始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきかです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、今日はですね、やっぱり誰しも、一番こうね、人生の中で悩むポイントだったりとかテーマ、大きなテーマっていうのが人間関係かなということで、今日はちょっと人間関係というね、形でやっていこうと思うんですけども、いやー、でも、やっぱりどうなんですかね、人間関係って、どうなんですか、あきこさんとかも悩まないんじゃないですか、その辺は。人間関係はそうですね、あんまり悩む時もあったかな。なんか大きく、そうだ、やっぱり旦那さんと別居してる時はね、家族のことで悩んだりとかもありましたし、最近はあんまりないんですけど、ちょっとやっぱりあったかな。家族のこととかもあったり、あと、そうだな、でもやっぱテーマとしてはいつもあるよね。なんだろう、人と関わるから、やっぱりあるかな。よしさんどうですか？やっぱりありますね。がっつりありますね。がっちりというか。だから僕はね、その長い間、ちょっとこもる力っていう本にも書いちゃったんだけど、なんかどちらかというと人間関係をなしにする方向を頑張っちゃってたんだけど、すごいですね。いやだから結構人間関係なかったら人間関係悩まないでしょみたいな意識がちょっとあったのよ。だけどやっぱりね、家族を持ち、やっぱりいろいろね、やっぱり何か取り組もうとした時にはやはり人間関係っていうね、ことは出てきますよね。そうなると多分皆さんこれ見てる人もそうなんだけど、より近い人、親兄弟、ね、旦那様、ね、奥様、そういった近い人ほど、なんていうかな、本当にこう難しいっていうのあるじゃないですか。そうですね。旦那さんの時とかやっぱり本当に大変だった。私の話していいですか？してください。ぜひぜひ。旦那さんのところがすごい分かりやすかったんですけど、今、人間関係でほとんど悩んだことがなかったんだけど、旦那さんと結婚してからやっぱりその波動が多分乱れて、それで人生がうまくいかなくなったんですよね。今まで結構うまくいってたのにうまくいかなくなって、でそれは合わせちゃったんですよ、相手に。旦那さんに合わせるっていう、人に合わせるっていうことをやっぱり一緒に暮らしてるわけだから、その人に合わせたこと、その人の夢叶えたいとかね、この人と同じようなペースみたいのを自分が合わせちゃってからうまくいかなくなったっていうのがあったんですよね。わかりますかね？でもね、それすごくわかる。実はめちゃめちゃわかる。で、わかるんだけど、多くの人は、やっぱり例えばね、旦那さんだとしたら旦那さんのためにこう何かしてあげたいわとか、結構思っちゃう人多いわけじゃない。そんな中で、なんだろう、そういう気づきが、どういうタイミングでそういう気づきが訪れたんですか？今だからうまくいかなかった時を客観的に見た時に、私は彼に合わせてたんですよ、自分だから。要はその前はうまくいってたんですよ。なんでうまくいってたかっていうと、自分のペースだったから、自分の好き勝手にやってたっていうか、自分のいいペースでやってたんですよ。だけど結婚して一緒に暮らし始めて、でやっぱりこうね、一緒のペースみたいな感じにしてたら、自分っていうものがなくなっちゃったというか、リズムが崩れたんですよね。それでうまくいかなくなって、だから結局離れることになっちゃったんですよね。だから彼と離れることになって、で自分のペースを取り戻し、で今一緒にいてお互いのペースを大事にしてるからうまくいってるみたいな、そういう感じだと思うから、すごい家庭がね
わかりやすいっていうのかな。なんかね、やっぱりそうだな、親兄弟とか、特に結婚してる人なんかは、そのパートナーに、いろんななんかその感情、人間関係によっていうのは感情が生まれてくるじゃないですか。まさかこんな感情が生まれるとはっていうぐらいのね、とんでもない感情がガンガン出てくるんですけど、その辺ってあるんですか、やっぱあきこさんも。あった。だから、やっぱり出やすいんですよ。家族って出やすい。本当に近いから、本当に出やすくって。それで、大事にしたいからこそ、なんていうのかな、無理しちゃうんですよ。自分がやっぱり合わせちゃう。いい人になろうとしたり、合わせるんですよね。相手にどうしても。でも、それが積もりに積もって、最近とかちょっと爆発したりとかもあったり、だから我慢してたっていうことに自分が気づいた。だから旦那さんの時もやっぱり我慢してただろうね、自分が。無理やり合わせて。でも我慢してることに気がつかなかった。その時は全然気がついてなくて。今はだから自分がこういうことをやっぱり自分の感覚を大事にしてるから、もうね、我慢しきれなくなって、爆発しちゃったんですよね。なんていうの、バーンって感じで。そう、もうなんていうの、自分の生理的にそんな感じになるんだけど、その時は気がつかなかったけどね、前の時は。でね、見てる人の中には、爆発したいんだけどできないっていう人もいたりするかなと思ってね。で、僕なんかは結構そういうの長く、結構そっち系だったんだから、爆発したいんだけどできない。要は、自分の中の感情を出そうとした時に、今は分かったんだけど、結局その自分の中の感情をストレートに出そうとした瞬間に自分が痛いのよ、めちゃめちゃ。だから出せないっていう、なんかね、そういうのがあったの。で、それは、今はわかるんだけど、過去のやっぱりインナーチャイルド的なこともあるだろうし、自分の中でそういう感情のパターンね、感情を支えている観念のパターン、ジャッジメントのパターンが、自分をやっぱりこう、痛めつけるみたいなね、感じがあったので、それがね、ちょっとさっきね、あきこさんにも言いましたけど、今日の今日だけど、それが、ちょっと普通に言えたなっていうのがあったんでね。すごいすごい。すごいいいタイミングでこの話になったなと思ったんだけど。本当だね。これってさ、だから小さいことをちょっとでいいから自分の感覚を認めてってあげるっていうのが最初なんですよね。だから、いきなりね、大きいこと、例えば旦那さんに言えないことを言うとかっていうのは結構自分にとってハードルが高い人も多いと思うんだけど、まず自分の感覚を多分よしさんは少しずつ今認めてってるからやっとそういう風にできたと思うんですね。そう、だから本当に小さいことでいいから自分の感覚とかやりたいこととかそういうなんていうのかな、気持ちを認めてってあげたり、少しずつ自分がこう吐き出すっていうことをやっぱりやっていくと、そういう相手にも伝えられたりとかするのかなと思うんですね。別に伝えなくてもいいんだけど、とにかく自分の感覚が分かってるか分かってないか。だから分かっていないともう無意識で結構合わせてて、だから要はうまくいってないってことは無意識で合わせちゃってるんですよ、相手に。だからうまくいかないっていう感じになってたんですよね、私の場合だと。多分みんなもそうだと思う。無意識でね、やっぱり自分のペースがだから何か分かってないと、要はもうなんていうのかな、やっぱり無意識で合わせてって外側がうまくいかないっていう感じになっちゃうから、まず自分のペースってどんな感じか、自分の感覚がどういう感じかっていうことに気がつくために自分の感覚を大事にするみたいな感じかな。まずそこかな。あと3次元的な話を言えば、例えば自分の、パートナーだったら、あるパートナーの一人がものすごく活発だったら、どちらかというとそれぞれの局に行くみたいな感じがあって、一方では、活発だったらおとなしいとかね。あと一方がリードしたら一方は、こう、ついていく方になるとか。だからあるじゃない、そういうバランスっていうのが。その辺はどうなんですかね。例えばそのパートナーシップにしかり、人間関係にしかり。人間関係にしかり、どうでもいいって感じですね。どうでもいい。そうどうでもいい。それは、それいいね。なんかそれが相手が活発なのか活発でなかろうが、私には関係ないみたいな。なんかそんな感じ。これはね、非常にね、面白いところで、面白いっていうのは変だけど、いろんな本を読むとね、大体そういう話になってくるのよ。要するに、自分はどっち側なんですかみたいな。マトリックスのどっち側なんですかみたいな。確かにそれは、確かにそうかもしれないと。じゃあ、そういった自己
3次元的な分析をして、じゃあ私はこっちだからもう少しこうしようかしらっていうのをやってきたんですよ、僕なんかも。で、多分こういう、そういう人結構多いはず。だけどね、めちゃめちゃ無理があるのよ、本当に。なんでかっていうと、それは、本当にね、だから、最終的にそれで生きると、自分というのの軸ではない感じになるよね。確かに。自分軸でなる。そうか、そうか。そう。だからこそ、ちょっと、僕らはね、こうやって宇宙の枠っていうか、今までの枠を超えた宇宙的なっていう生き方っていうのは多分そっちの方なんだけど、それは、その話になるとようやく謎が解けるんだけど、この世界が自分が作っている、で、自分がこの宇宙の中心にいるっていう感覚で、それを捉まえなければ、その話にはならないんですよね。本当に。そうだね。結局そうだったっていうところに気がついて、私も自分で実践して、やっぱりそうだったっていう感じだね。なんか人間関係も仕事も、だからいろんなことがうまくいったんですよね。だから今までのなんか3次元的な考え方とか自己啓発とか私も見てきて、なんか何かがうまくいったらうまくいかないとか、パートナーシップに関してもね、なんかこうバランスを取るみたいな感じだけど、もうそれ全部さ、結局そういうものに当てはめちゃうと苦しいよね。そうだね。そうね。結局それは自分軸でもないしね。そう、誰かの考え方っていう感じかもね。そうだね。で、あとは、やっぱり僕最近面白いなっていうか、そういうふうに見てんだけど、例えば自分のパートナーや家族や、そういったすごく親しい人が、いろんななんかね、いろんな自分にはそぐわない行動をしてたとしますよと。そうすると、いろんな感情が湧き上がるんだけど、でもね、そこで、待てと。これ、自分で、これ投影してる世界だよね、みたいなね。だから結局この他人っていうのは、自分の映し鏡ですよね、みたいな。自分の内側のね。っていう風に、どこまで見れるかのゲームかなっていうね。そこちょっとわかる。結構ね、これすごい大変よ。だって、他人だとしたらね、できんのよ、結構。僕はもう他人だったら余裕なのよ。余裕のよっちゃんなのよ。だけど、よっちゃんだからね、だけにね、ちょっと、親父ギャグになってきたけども、そういうのはあるんだけど、でもこれが身近だとね、大変ですよ。だって、親とか兄弟とか子供とか、奥さんとか、旦那さんとか、近ければ近いほどそれができないでしょっていう。わかる。はいはいはい。だから、そう、今日の裏テーマじゃないけど、もう一方ではこれにしようかなと思ってた人間関係もしくは、外側の世界に、いわゆる意識を持っていかれないためにはみたいな、そんな話もね、考えてたけど、でもそれありませんか、あきこさん。やっぱり身近な人だと、映し鏡、そうだね、映し鏡でこの学びは何だろうってやるでしょ、やると思うんですけど、今まではそれやってたと思うんですよ。やっぱり引っ張られないように。あとこれはじゃあ自分がこういうものを持ってるから、ここで何を学ぶんだろうとか、ここをやっぱり見ないとってなるでしょ、だけどやっぱもう宇宙的になってるわけだから、もうなんかそれも考えなくていいなって思うんですよ。わかるかな。投影してるけど、投影してるんだけど考えないみたいな。わかります？わかる。そこね、投影してんだって思って何かジャッジとかした瞬間、またこれも3次元のなんかね、ゲームになっちゃうみたいな話ね。そう。だからどっちでもいい、気にしないっていう感じがいいんだよね。やっぱし。そう。で、結果的にね、堂々巡りになって、だから最終だから素で怒りゃいいじゃんみたいな話になってくるよね。例えば何かあったら。それはストレートに感情出してもいいじゃないっていう話にもなってくるよね、例えばね。そうだね、ストレートに感情を出したり、あとはやっぱりちょっとやっぱり距離を取ったりとか、なんていうのかな、やっぱね、我慢をしたりすると何か大きなことが起きるんだよ。
なんて言うんだあ、わろかる。う。だから吐き出したりしないとだし、そうだな、バーンって起きることが起きちゃうから、その前にある程度やっぱ吐き出したり距離を取るっていうのが結構大事かも。だから多分私は旦那さんと一回距離を取ったのかな。そこでまあお互いに自立できたんですよね。そういう感じで、今はもうやっぱりそうだな。距離を取るっていうのをすごい大事にしてます。だから旦那さんが何食べてるかもよくわかんないんですよね。私ひどいんだけど、ひどいっていうか、なんかご飯食べないの？一緒に食べるんだけど、その彼のペースで食べたいんですよ。すっごい。朝はこの時間、昼はこの時間、夜はこの時間だから。じゃあ時間合わせないんだ。私は合わせないんですよ。で、私はそれになんで合わせないのって思ってたんだけど、まあ、食べたいペースで食べてるから、じゃあ、私は自分の、まあ、子供たちとね、食べたいペースで食べて、食べるものもちょっと違うからね、インドだから、なんかそこも、なんていうのかな、いい感じで、そっとしておいたというかね。そう、そしたら本当に楽、お互いに楽だし、今どこにいるかも知らないな、みたいな、なんかそういう感じで楽なんです。そっかそっか。だからそれはね、本当にいいね。そこまで行っちゃうといいよね、めちゃめちゃね。そう。なんかいい距離感。距離感って大事かもしれないよね。だから近いから、あえて距離を取るっていうのかな。わかる。そう、僕結構距離取ってたんだけど、やっぱりこう、家庭とか子供とかね、そうなってくると距離を取りたいのに取れないみたいなことが起きるじゃない？だから結構しんどかったのよ。で、僕本とか、だって AI 時代の天才の育て方にも書いたけど、30分以上子供とも遊べないしさ。なんか大変なのよ、だから。だけど、だからこそいろんな感情が湧き上がって、やっぱりね、で、それなぜこんなことになってんだろうっていうのはいっぱいあったよね。だけど、やっぱりさっきのまあ、ちょっと話戻ると、何か我慢してたり、言えなかったりとか、何かその感情を抑えていたりとかするパターンが続くと、とんでもなく大きくなってくるんだよね、確かに。出来事。そう、大きくなる。そうなのよ。もう本当に私のさ、旦那さんと別居みたいな感じで、バーンって感じで、もう離れないと、もうお互いのペースがダメみたいな感じになってる人もいるんじゃないかな。多いと思う。今の時代的に、そう、多分そうだと思う。多いと思う。そうだよね。そうなの。でね、例えば、本当にね、今日なんか友人が来てたんだけどね、なんか、例えば今の時代っていうのは、もうね、いわゆる枠を取らないといけない。本当にいけないというか、まあ、言った方が楽っていうのは、例えばね、パートナーシップとか結婚とか子供であってもですよ、もう今までの価値観で、今までだったらこうあるべきだを全部取っ払わないとしんどいよね。しんどい。もう本当に、いろんな人がいるし、いろんな考え方の人だし、いろんなことが起こるから、枠外さないと苦しい。一回一回驚いちゃうよね。みたいな反応して疲れちゃうよね。本当にそうよ。だからね、特にだから近い人だからそれがめっちゃ外しにくい、枠を取りにくいんだけど、あえて、例えばまあこうあるべきだを全部取っ払った上だと逆に親しくなっていくんじゃないのっていうのがあるよね。だからやっぱり自分が変わんないとだよね。寛容になるっていうか、まあ小さなことからやっぱりこうやっていけばいい、自分の感覚に気がついていけばいいんだけど、あと自分を認めていくこと、そうするとやっぱり外側のことを何でも認められるんですよ。何でも良くなってくるっていうの。そうやってやりたいんだな、子供がこうやってやりたいんだなとか、旦那さんこうやってやりたいんだなってことにいちいち見なくなるんですよ。だけど、自分がやっぱりこう満たされてなかったり、自分の方見てないと外側が気になっちゃうから大きくなったりするでしょ。いろんなことが起きたりするから、だから自分のペース、自分のペースで本当に自分だけ見てるっていうか、そうすると外側のことが気にならないから勝手に良くなっちゃうんだよね。やっぱり良くなっちゃう、っていう感じだと思いますね。あとそうだな、ちょっといろんなパターンで、見てる人もね、いろんなパターンを考えると、例えばこんなパターンはどうですか、ちょっといろいろ聞いていきましょうか。じゃあ嫁姑問題。これとかよくありそうじゃない？それどうしたらいいの？どうしたらいいの？別に暮らした方がいいよ。嫌だったら。そうかそうか。そうなっちゃうのね。もうそうなっちゃう。一緒に暮らす、だから特にね、嫁姑問題だと、その姑さんっていうのが古い考えの人いるわけじゃん。昭和の昔の
多いよね。やっぱりそうだね。もう、もう逆走ですから、今のね、そういう人たちと一緒になるっていうのはさ、もう全然波動も違うし、考え方が、だから地球のがっつりはまった逆走を伝えてきたりするしね。それを信じて生きてるわけだから、それでいいんだけど、自分とは違うわけだから、苦しいと思うよ。苦しい人多いと思うから、距離取るの大事だよね。本当にね、やっぱり、そうなんだよね。あるよね。あとは、そうだな。まあ子供に対してね、例えば、あるかもしれない。まあ僕らはまだちっちゃいけど、まあある程度大きくなってくると、まあ学校に行ったり引きこもったりね、行かなかったり引きこもったり、まあ勉強とかね、いろいろあるじゃない。なんかそんなところで悩んでる人も多いと思うんだけど、その辺はどうですか？子供のね、子供に対して、まあ、求めるよね。やっぱり親って子供にこうしてくれない、ああしてくれないとか思ったりすると思うんだけど、やっぱりまあ大体ほっとく方がいいよね。ほっといたり、その個性を伸ばすというか、伸ばすというよりもなんだろう、もちろん言いたいこと言うといいと思うんですよ。自分の気持ちも大事にしてあげるのは大事だと思う。まず自分の気持ち大事にして、だけど子供が、言うこと聞かなかったりしたら、なんていうのかな、ほっといくというか、なんだろう、やっぱり子供って私たちよりもどうしても精神年齢高かったり、魂的には結構正しい方向を知ってるんですよね。だからなんでそういう行動してるかっていうのは結構正しかったりするから、その人の、その子供の、なんていうのかな、尊重を、意見を尊重してあげるっていうか、やりたいことを尊重してあげるっていう感じにしてった方がいいと思う。そうするとその子が自分で道切り開いていくと思うから、ただやっぱり型に当てはめたくなっていくんですよ。なんでこうしないのか、なんで就職しないのかとかね、大きくなってきた時に、引きこもりたい時はやっぱり引きこもってた方がいいっていうか、そういう時期も大事なんですよね。だから、一般的なものに当てはめないように、いい距離感でやっていった方がいいと思いますね。こもるって結構才能じゃないかみたいな話もあって、まあ僕も引きこもりに近い感じでもあるんですけど、こもる力っていう本もね書いてましたけど、こもれる人って結構パワーあってね、なかなかそのクリエイティブなことができるんですよね。IT 業界とか大体引きこもり系が多いんですけどね。あと、そうだな。そう。あとはね、あとさっき今思い出したのは、何か、言いたいことを言うときの話のパターンで、言いたいことを言うときにね、やっぱり自分の体験から思うのは、自分の中にジャッジメントが結構がっつりある状態で言いたいことを言うと、基本的に何倍にもなって帰ってくるっていうか、要は聞いてくれないし、これはあるでしょう。別に、だから、もし、例えば何か自分が言いたいことを言うときに、言いたいことを言わないのもダメなんだろうけど、我慢するのはダメなんだろうけど、例えば自分の中でその、ジャッジメントじゃなくて、ただ自分はこうしてほしいんだっていうふうに、もし、ニュートラルな状態で言えたら結構人は聞いてくれるんだなっていうのが最近分かってきた。そういうのある。そうですね。あるかな。あると思う。いや、要はね、人はね、なんでそんなことできないのって言われたら、その人に、その言った人の中にあるジャッジメントに基づいて言っちゃうと、基本的にその聞いた人はものすごいそれはそれで自分の正義があるわけだから、何倍にもなって帰ってくるじゃないっていう話なんだね。じゃあ、どういう時に自分の意見を言った時になんか聞いてくれるのかなって思った時に、なんか自分の中のジャッジメントが外れた状態で、なんかそう、ちょっとチャネリングじゃないけど、ニュートラルな状態で伝えたら、なんか、僕はだから怖いからね。だから、今までは自分の中にそのジャッジメントがある、もうがっつり入ってたわけですよ。ジャッジメントがある中でこんなことをして、みたいな。っていう意識で何かを伝えた時にはすごい倍返しを食らってたわけですよ。だけど、そうじゃない感じで伝えると、どうもこれ伝わってる気がするみたいな。そうだね。そう。私もそういうのあったわ。あ
やっぱりあった、だからニュートラルな状態と、あとはね、やっぱりその歩み寄りというか、どういうふうにしたらその一番いい方向になるかっていう話し合いとか、あとそのアイデア、この間の時はだからアイデアをやっぱりチャネリングして下ろしたんですね。どうしたらいいかなって考えたりして、そうでアイデアパーンときたやつで、まあいい感じになったんだけど、そうそう。だから、まあ、ニュートラルな状態で、そういう話し合いをしたり、すると、だから感情的になってると相手も感情的になって全然やっぱりうまくいかないんですよね。そういう時も大事なんだけど、まあ、それやってたってしょうがないわけだから、まあ、ちょっと冷静になった時に、お互いに歩み寄ってこう、どうしたら良くなるか、どうしたいとかね、お互いにどうするかっていうのを、まあ、自分なりに考えたり、まあ、相手と話し合ったりする。冷静に話し合うみたいな。お互いだってね、愛し合ってるわけだから、それでね、その時はなんかすごくね、感情的になってるかもしれないけど、やっぱりお互い思い合って縁があって一緒にいたりするわけだから、そうそう、歩み寄りってすごくいいなって思ったんです。すごくいいアイデアが来たんですよ。なるほどね、なるほどね。そっか。そう。あとは、そうだな、まあ、友人とか、そうだな、まあ、友人関係もあると思うんだけど、何か友人とか多いの？ちなみに。友人は、死んじゃったんですよね。なんか、死んじゃったんですよ、私。親友はもう何人か死んじゃって、2人死んじゃって。そうなんです。でもまあ、チャネリングして喋ったりするんですけど。そういうなんかいいね、便利だね。そう、だからまあ、死後の世界が別に、お兄ちゃんとかもね、あれだし。それ、逆に楽だね。なんかだって会いに行かなくていいんでしょ？そうだね。パパッと思ったらいい。楽だね。そう。だから、友達とかはすごく、もともと少ないんですけど、まあ本当に今ほとんどいないんじゃないですかね。ほとんどいない。はい。そっか、じゃあ、どうしたのかな。親友が欲しいなとか、まあ友達が欲しいなっていう人も、この見てる人が多いと思うかもしれない。まあ、実は欲しいって人もいると思うんだけど、そういう人には、どうしたらいいの？友達が欲しいとかは、会う人と、一緒にいればいい、友達でいればいいと思うし、無理やり友達を作ろうっていうのは不自然なことだと思う。なんていうの？誰かを作んなくちゃっていうよりも、なんか自分が楽しんでると、一緒にこう楽しむ人が出てきたりするんじゃない？なんかよくいるよね。なんか友達を作んなくちゃとか、友達の数とか、なんか大事なの？そういうの。自分が楽しいかが大事だよね。大体はだからこうあるべきだっていう理想像から友達を作るか、不安とか欠乏から欲しいっていう人も多いと思うんだよね。だからそういうのは別に全然いらないってことですね。孤独からね、欲しいっていうのが多分出てきたりすると思うけど、自分が結構楽しいと周りにやっぱり、だからなんていうのかな、友達、本当に親友みたいな人はちょっと今いないけど、楽しいんですよ。まあどこ繋がっちゃってるし、あとほらね、よしさんも友達かわかんないけど、そう友達、まあ家族とか、いっぱいいろんなサロンの人とか、こういろんな YouTube とかもやったりして、もうみんななんか仲間みたいな感じだから、別に友達とかこう特定の人って必要なの？わかんない。いらないよね。逆に。まあいらないんだけど、まあ僕らはもしかしたらこうやって何かを伝えて、やっぱ YouTube とかコメントもね、いただいてるっていうのもちょっとはね、孤独感が全くない状況になってるかもしれないんだよね。そうかもしれないね。だから普通だとやっぱりそういうのはないじゃない？だから結構孤独な人は多いはずな、まあ孤独のね、まあ YouTube もあったけど、だから、でそこでやっぱり人間関係の、まあ親しければまた、それは悩むし、いなければまた悩むしっていうところもあるんだろうなって思うんだよね。だから気が合う人と気が合うというか、同じような趣味持ってる人と、まあ連絡取ったりとか、なんていうの、楽しむってやってればいいんじゃないですかね。で無理やりだから全然ね、価値観とかこう面白くない話題の人と一緒にいる必要はないって感じ。それでほら友達の数をね、いっぱいいなくちゃって思ってる人ってもしかしたらいるかもしれないけど、全く意味のないなんか苦痛なんじゃないかなって思っちゃう。意味がないっていうか、面白くないんじゃない？自分が。あと僕の親しい人は
本当は友達が欲しいんだけど、結構なんで裏切られたりとかね、なんかそういうのがあって、どうも、それが、なんかまあ結局ね、変なプライドとかもあったりとか、いろいろこうあって、なかなかこういけないみたいなんだよ。そういう人にはどうしたらいいんだろうね。友達、だからあれ、一回さ、だから作んなくちゃっていう気持ち、あとそういう人、別に信じなくてもいいんだから、なんか一人でもいいやみたいな気持ちになってると、だんだんそういう周りが、なんて言うんだろう、いい人ばっかりになってくるんじゃない？なんか、人に求めてたりするとそういう感じ、なんか、恐れが出てくるよね。無理やりまた人と付き合おうとすると裏切られたそういうのが出てきちゃうから、自分が満たされて楽しんでるとそういう人が周りにいっぱい出てくるじゃない？そういう人は多分裏切ったりしない人になったりするのかな。そうかもしれないね。そうそう。そんな感じかなと思いますね。やっぱり僕らはまあ、やっぱりね、なんやかんやって、人間関係はまあ悩みもあるんだけど、たまにはね、基本は OK かもしれない。で、だけど見てる人たちの中の、まあいろんな悩みに対してね、ちょっとまた宇宙からのメッセージをいただきたいなと思うんですけども、いかがでしょう？はい、わかりました。じゃあ今ちょっとチャネリングしてみます。そうですね。あなたたちは、見えていないけどつながっています。どんな人ともないって言ってですね。すべてがつながっているので、そのつながりを、まあ、自分が感じるっていうことがまず大事なことですって言ってます。そして、あなたが楽しむことを、あなたがあなたでいること、だから自分が自分であることってことですね。それが、周りの人たちになっていくので、まず自分自身っていうところを大事にしてくださいって言ってます。あと、今、自分の周りにいる人たちですね。そういう人たちっていうのは、とても縁のある人たちなので、そこに対して、まあ、大事に、お互いに大事に思い合うこと、愛し合うことっていうのがすごく大事って言ってます。こんな感じです。はい、ありがとうございます。いや、なんかね、僕は今思ったんだけど、まあ、みんな繋がってるっていうので、なんか僕はね、ちょっと最近、友達いっぱいできた感覚なのよ。まあ、要するにこう、なんか見てる人がね、コメントくれたりすると、友達ができたっていう。幼稚園時代じゃないけど、なんかこう友達たくさん作る、小学生じゃないけど、できるかなみたいな。まあ、そういう感覚ちょっとありがたいなっていうね、最近はちょっと思ってる。みんな繋がってるって本当だよね。見てる方はもう友達ですのでっていうことに。友達で。お願いします。はい。そんな感じかなと思いました。はい。ではでは、今日もね、人間関係というテーマでちょっと僕もすごく楽しい内容でした。ということで、また、ではではお別れしたいと思います。皆さん、友達みんなでではで友達みんなでバイバイ。動画でね、皆さんやってください。はい。では、ということでありがとうございました。ではでは。ありがとうございました。はい。ではでは。ではでは。